こんにちは。ウェルネスキッチンの関口彩子です。今回は日本に生まれてよかったと思う美味しい出汁の活用法、そしてその旨味に隠された驚くべき健康効果についてお話をしたいと思います。美味しい料理を作りたければ美味しい出汁を使うのが基本です。最近では便利な出汁パックもたくさん出回っていますよね。お気に入りの商品を見つけておけば美味しい料理を作るのにも大活躍ですよね。そこで今回はだしパックの 200% 活用法として料理だけでなく飲み物として役立つおすすめドリンク3種類とだしパックのいろいろお料理活用法についてご紹介します。私のお気に入りのだしパックもご紹介したいと思います。ぜひ最後までご覧になってください。ウェルネスキッチンでは食から始めるアンチエイジングをテーマに心も体も元気になる情報を続々と配信していきます。ぜひチャンネル登録してくださいね。だしは日本に限らず世界中にあって、欧米だとブイヨン、中国だとタンという呼び方をしているんですね。多くは肉類の骨から取るものが多い中、海に囲まれた日本のだしは他の国にはない独特の食文化ですよね。最近日本の出汁が世界で注目されているそうなんです。それは美味しいだけでなく健康にいいということも大きな理由だそうです。そこでまずは出汁の原料や栄養、効果について解説いたします。旨味には3大成分があります。グルタミン酸、イノシン酸、グアニル酸です。グルタミン酸は魚や昆布をはじめ野菜、発酵食品など幅広く含まれています。イノシン酸は肉や魚など動物性に多く、グアニル酸は干し椎茸などキノコ類に多く含まれています。これらの旨味成分は多ければ多いほど旨味を感じるし、合わせると相乗効果で強い旨味になるのが特徴です。なのでお出汁はブレンドすると美味しくなるんですね。ここで出汁の健康効果を5つご紹介します。1つ目、満腹感を持続させ食べ過ぎを防ぐ。旨味成分のグルタミン酸やイノシン酸による効果が知られています。2つ目、心を安定させる。旨味成分には精神的な安定を促す効果があるそうです。3つ目、疲労を回復させる。かつおだしに含まれるヒスチジン、アンセリンが血流を改善して疲労回復に効果が期待できるそうです。冷えや肩こりの予防にも効果的です。4番目、アンチエイジング効果。かつおだしに多く含まれるイノシン酸は細胞が活性化され新陳代謝を促すので老化防止や美肌にも役立ちます。5番目、脂肪をためにくくする。昆布だしのアルギン酸が過剰な脂肪摂取の吸収を抑制したり血糖値の急上昇を防ぐ作用があります。おだしは飲むだけでもこれだけの効果があるのは嬉しい限りですね。だしパックの選び方についてお話しします。美味しいお出汁を取るなら便利なだしパックがおすすめです。本当にいろいろな商品がありますが、ぜひいろいろ試してお好みのだしパックを見つけておくといいと思います。通常は旨味だけを抽出して使えますが、料理によってはだしパックの中身をそのまま使ってしまうのはおすすめです。旨味成分以外にもだしパックの中身ってとっても栄養豊富なので無駄もなくて効率的ですよね。そこで使い勝手のいいだしパックの選び方、3つのポイントをお話しします。まず1つ目、原料のいいものを選ぶ。これはもうおのずと美味しさに直結してきますよね。2つ目、化学調味料や塩が無添加のものを選ぶ。素材が良い証拠というのと味の調整がしやすいです。3つ目、微細粉のものを選ぶ。粗めのものだとそのまま使うことはできませんが、微細粉だと本当に調味料として料理に溶け込んでしまうのでそのまま使うことができるのでとっても便利です。ちなみに私はこの体に優しいだしパックを使っています。もう本当にね、本物のだしの美味しさってすごいなと思います。なかなかね、自分でこれだけのお出汁を作るってやっぱり難しいですよね。そこは専門に任せて、いい商品に出会ってしまうのが一番お手軽かなと思います。いろんなお料理を作るときにはもうこのお出汁にお任せなんですね。もちろん化学調味料やお塩も無添加なので本来の出汁の美味しさが味わえます。原料の良さと配合がなせる技ですよね。
カツオと昆布にサバやイワシ、焼きあごがブレンドされて細かいパウダー状なので、パックの中身をそのまま汁物でも料理にでも活用できるんです。お出汁をお茶みたいにしてね、よく私飲んでるんですよ。気持ち的にもね、本当になんかホッとするんですよね。お出汁に含まれる旨味成分って本当にすごいなと思います。ぜひこの5つの効果をお出汁で体感していただきたいと思います。今回ご紹介した体に優しいだしパックの詳細はご興味があったら概要欄に書いておきますので、ぜひご覧になってください。飲むお出汁のお休み前の健康ドリンク3種をご紹介します。お出汁にはね、カフェインとか刺激物がありませんので、もちろん昼間でもいつでもいいんですけれども、特にお休み前におすすめのドリンクになります。このお出汁の場合はね、本当に細かい微細粉なので、もういつもね、中身ごと使っちゃうんですよ。全然ね、そのお魚のジャリッとしたところがないんですね。とってもいい部分をね、厳選して使っているから、このように細かくしてね、ざらつきがないんですけれども、もう完全に調味料としてね、使えるんですね。まずはじめに冷え予防に生姜とすだち入りのだしドリンクをご紹介します。作り方はとっても簡単です。で、お出汁もね、取ったお出汁でもいいんですけれども、もうね、こういう細かいお出汁の場合は私ね、直接入れちゃうんですよ。中身も一緒にね、飲んじゃうんですよ。もうちょっと適当にね、器の大きさに合わせてだしパックの中身を入れます。そしてお湯を注ぎます。もう全然ね、口に残らないようなね、細かいお出汁の粒なのでね、はい、お湯を入れます。お出汁ってね、お塩が少し入るとより強い旨味を感じますので、もしね、欲しければお塩少々加えていただいてもいいと思います。本当にね、何も入れないままでも十分美味しいのでね。で、おろした生姜です。これもお好みで結構です。そしてすだちですね。これかぼすとかでもいいし、柚子酢とかでもいいしね、お好みの柑橘酢を少し加えてみてください。もしなかったら生姜だけでも結構です。生姜の辛味成分であるジンゲロールと生姜オールが血流を促し、体を温める効果があるんですね。冷え性の人におすすめです。すだちを入れるとクエン酸でさらに血行促進です。続いてストレスケアと疲労回復に梅干し入りのだしドリンクです。もう作り方はね、さっきとあんまり変わらないんですけれども、お好みのだしの量ですね。これ今回粉で使っていますけれども、抽出したおだしでも結構です。はい、お湯を適量加えます。はい、今度はね、梅干しをそのまま入れるだけです。本当に簡単です。だしの精神安定効果と疲労回復効果に梅干しのクエン酸が相乗効果です。冷え予防にもいいので、夜寝る前のリラックスタイムにおすすめです。最後に美容効果豆乳入りのおだしドリンクです。先ほどとね、一緒ですね。おだしの粉です。おだしはね、ちょっと濃いめにしておいて、温めたね、豆乳をね、こうやって加えてあげるんですね。そうするとね、本当にね、すごくまろやかな味わいになります。だしの新陳代謝促進効果と豆乳のビタミン E やサポニンが寝ている間の体内のメンテナンスに役立ちます。だしパックのお料理活用例をご紹介します。普通に普段のお味噌汁も中身を出して使えば栄養満点です。煮物などに中身を出して使ってしまうことも可能です。納豆、唐揚げの下味にも使えます。卵焼きやお好み焼きなんかにもそのまま加えていただくと本当に美味しくなります。もちろんだしパックごと入れて、で旨味が広がったところでパックごと取り出すという方法でもいいんですけれども、中身ごと使ってしまうともっともっと栄養も取れるし、味わいもねぎゅっと深くなって美味しくなります。ぜひ試してみてください。先ほど作りました豆乳入りのドリンク、ちょっとお味見してみたいと思います。立ったままで失礼します。本当にこれ本当に癒されます。なんかね、豆乳がやっぱりまろやかさを作ってくれるので、この旨味とまろやかさがね、全部体にも働きかけてるわけですからね。夜寝る前なんかにはとってもいいと思います。その他のドリンクももちろん寝る前なんかにとっていただくとすごくいいんですけれども、お食事前とかもう3時のおやつの時とか時間問わずいつでもこのように出汁をね、お茶のようにして召し上がっていただくといいと思います。
普通にお出汁を取っていただくんでも、お気に入りのだしパックを見つけておくと本当にお料理を美味しくしてくれますよね。お気に入りのだしパックで美味しさはもちろん健康にも役立てて 200% 活用してみてください。私が使っているだしパックはとにかくね、細かい粒子なのでそのまんま調味料代わりにね使えるので本当におすすめです。とにかく美味しいんです。ぜひご興味がある方は概要欄に書いておきますのでご覧になってみてください。おすすめドリンクもぜひ試してみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた別の動画でお会いしましょう。私の LINE 公式アカウントができました。友達登録をしていただくといろいろなお得な情報盛りだくさんです。ぜひ友達追加お待ちしています。